こんにちは、晴れ夏です。今日はこの赤ちゃん用しましま靴下の編み方を紹介したいと思います。今回使用する糸はこちらの3色になります。セリアで購入しましたニューエンジェルコットンと、こちらはニューコットンベイビーになります。こちら2つをしましま模様に使いまして、こちらは、上の部分とかかとの部分とつま先の部分を編みたいと思います。かぎ針は5号針で編んでいきます。つま先から編んでいくので、この青い糸で編んでいこうと思います。好きな色を3色決めてぜひ編んでみてください。それでは始めていきます。輪の作り目を作ります。指にくるくると2回巻いて輪っかを作り、かぎ針を輪の中に入れて糸を持ってきます。立ち上がりの鎖編みを3回、2、3。そしたら輪の中に長編みを12回します。長編みのやり方は糸をかぎ針に引っ掛けて輪の中に入れて糸を持ってきます。で、かかっている3本のうち手前の2本を引き抜いて、さらに2本を引き抜いて、これで、1つ目の長編みが完成しました。これをあと11回します。2、3、4、12。12回長編みを編み終えましたので、輪を引き締めたいと思います。かぎ針は取ってしまって、で、出ている糸を引っ張って反応して動いた方の糸をさらに引っ張って片方を閉じます。で、また出ている糸を引っ張って、これで完了です。で、またかぎ針を戻して、初めの長編みの頭に引き抜きます。わからない場合はここから数えて12目のところ、123456789101112、ここに引き抜きます。これで1段目が完成です。2段目に入りたいと思います。まずはじめに立ち上がりの鎖編みを3回します。そしたら根元からそれぞれの目に2目ずつ長編みを入れます。全部で24目になるかと思います。根元から1、2で、出ている糸も一緒に編み込んでしまいます。1、2、次の目も1、2、このようにして最後まで編んでみてください。で、だいたい編み込んできたらちょっと後ろに置いて
編み込まず最後まで編みます。最後の1目のところまで来ました。ここも2目編みます。1、2で、ここが引き抜いたところなので間違えないようにしましょう。で、立ち上がりの3段があります。3目がありまして、で、ここが長編みの一番最初の頭です。ここに引き抜いて終わり、2段目が終了です。3段目に入ります。まず立ち上がりの鎖編みを3回編みます。そしたら根元から1目につき1つずつ長編みを編んでいきます。全部で24目になります。3段目の最後の目まで編めました。そしたら、最初の長編みの頭に引き抜くのですが、新しい糸に変えたいと思います。で、引き抜く場所は、ここが前回の引き抜いたところで、3回立ち上がっていて、ここです。ここにかぎ針を入れて、で、新しい糸を持ってきます。今回は私は白で編んでいきます。で、とじ針で閉じれる長さを残して新しい糸で引き抜きます。で、軽く引っ張って、立ち上がりの鎖編みを1回します。4段目に入ります。4段目は増減なしで根元から細編みを1回ずつ編んでいきます。ここが根元なので、ここに1回細編みを編みます。次の目にも1回細編み。この時青い糸はしばらく使わないので、糸処理できるぐらいの長さを残して切ってしまいます。で、しばらく編み込んでいきます。24回細編みをして最後まで来ました。またここで最初の細編みの頭に引き抜くのですが、引き抜く場所が、前回引き抜いた場所がここで、1回立ち上がっていてここになります。で、ここで新しい糸に変えるのでかぎ針を入れたまま新しい糸を持ってきて、で、糸処理できるぐらいまで長さを残して引き抜きます。新しい糸を引き抜きます。で、少し引っ張りながら立ち上がりの鎖編みを1回して、で、根元からまた細編みを1回ずつ編んでいきます。全部で24目になります。今回は、白い糸、前の糸は切らずに最後まで編みくるみながら編んでいきます。次の段でまた白に戻るので最後まで編みくるんでいきます。
24回細編みをして最後まで来ました。そしたらまた最初の細編みの頭に引き抜くのですが、ここでまた色を変えます。頭にかぎ針を入れて、で今度は白の糸を引き抜いて、立ち上がりの鎖編みを1回します。で、根元からまた細編みを1回ずつ全部で24目を最後まで編んでいきます。今回も前の段で編んだ糸は切らずに残したまま編みくるみながら編んでいきます。最後まで来ました。そしたらまた同様に、細編みの頭に引き抜くのですが、編みくるんできたピンクの糸を引き抜きます。色をピンクに持ち替えて引き抜きます。で立ち上がりの鎖編みを1回します。そしたら今度は細編みを全部するのではなくて少し編み方が違います。まず細編みを10回編みます。1、2、3、4、10。10回編んだら次に中長編みを2回します。中長編みは1回かぎ針に糸を引っ掛けて、そのまま次の目にかぎ針を入れて糸を持ってきます。で3つかかっているのをいっぺんに引き抜きます。これが中長編みです。これをあと1回します。2回できました。そしたら今度は長編みを、10回編みます。1、2、3、10、10回編みました。最後2目残っていると思います。この2目に中長編みを編んでいきます。1、2、すべて編み終わったので、今度は白の糸に持ち替えて白の糸を引き抜きます。最初の細編みの頭に引き抜いて終わりです。8段目に入ります。立ち上がりの鎖編みを1回します。7段目と同じことをもう1回します。最初に、根元から細編みを10回、2、3、4、10で次に中長編みを2回
1、2で、次に長編みを10回、1、2、10で、最後の2目は中長編みを2回します。1、2で、最初の細編みの頭に引き抜くのですが、またピンクの色の糸に変えて引き抜きます。これで8段目が完成です。このように、しましま模様ができていきます。で、立ち上がりの鎖編みを1回します。そしたら前回と同じことをもう1回繰り返します。根元から細編みを10回、中長編みを2回、長編みを10回に中長編みを2回編んでいってください。で、白い糸は編みくるむようにして最後まで編んでいってください。最後の目まで来ました。そしたらまた白の糸に持ち替えて、最初の細編みの頭に引き抜いて9段目が完成です。立ち上がりの鎖編みを1回して、今度は細編みを1つずつ全部をぐるっと1周編んでいきます。何回か編んだら、ここら辺にかかとの部分を作りたいので、新しい糸を付け足します。今白で編んでいるので、白の、反対側の糸を持ってきて、で、付け足すのですが、今編んでたところはお休みをして新しく付け足します。糸を付け足す場所は、ここが前回引き抜いたところで、その前の中長編みのところから数えて11目のところ、1、2、3、4、5、6、7、7、8、9、10、11、ここにかぎ針を入れて、糸を持ってきて引き抜きます。で、ここから、伸びる細編みを10目編んでいきます。まず最初に鎖編みを1回して、引き抜いたところと同じ目にかぎ針を入れて糸を持ってきます。で、2目かかっているうちの1目を引き抜いて、さらに2目を引き抜きます。これで1つ目が完成しました。で、また、根元のここら辺にかぎ針を入れて糸を持ってきます。で、2本かかっているうちの1本を引き抜いて、さらに2本同時に引き抜いて、これで2つ伸びる細編みが完成しました。さらに前の目のここにかぎ針を入れて糸を持ってきて、1つ引き抜いて、さらに2つ引き抜きます。このように、あと7目伸びる細編みを編んでみてください。9目編み終わりました。そしたらあと1回編んで終わりです。で、
また引き抜くのですが、前回引き抜いたところがここで、次の中長編みから数えて1、2、2目めに引き抜いて、ここは、1回鎖編みをしてカットしてしまいます。これで新しい糸を、付け足しました。そしたら先ほど編んでたところにかぎ針を戻して、また続きの細編みを1回ずつ編んでいきます。新しい糸で、付け足した部分まで来ました。そしたら次編むところはここではなくて、その次のここに入れます。そしてその次のところにも細編みを1回ずつ編んでいきます。引き抜いた部分まで来ました。そしたら次編むところはここではなく、その次の目のところに入れて編みます。そしたら、ピンクの糸に持ち替えて、細編みの頭に引き抜いて9段目が完成です。立ち上がりの鎖編みを1回編んで、10段目も同じように細編みを1回ずつぐるっと1周編んでいきます。で何回か、白を編み込んだら、次の段からは使わないのでカットします。で最後まで編んでいきます。全部の細編みが編み終わりました。そしたら、最初の頭に引き抜くのですが、またここで色を変えます。つま先と同じ部分の色を持ってきて、で、最初の細編みに引き抜きます。で、立ち上がりの鎖編みを3回します。2、3。そしたら根元から長編みを1回ずつぐるっと1周編んでいきます。この時2本も編みくるみながら編んでいきます。長編みで最後の目まで来ました。そしたら長編みの最初の頭に引き抜いて12段目が完成です。そしたらまた立ち上がりに鎖編みを3回で、この長編みを増減なしで1周編むのをあと3段します。1つずつ長編みを編んでいって13、14、15段目と同じように編んでいきます。15段目の最後の目まで来ました。そしたら最初の頭に引き抜いて15段目が完成です。次でラストです。立ち上がりの鎖編みを1回して細編みを増減なしでぐるっと1周編んでいきます。
細編みをぐるっと一周編み終わりました。そしたら細編みの頭に引き抜いて完成です。で、鎖編みを1回して糸処理できるまでの糸を残してカットします。これでかかと以外が完成しました。そしたらかかとを作る前に、裏側にして糸処理をします。とじ針に糸を入れて糸処理をしていきます。適当に表に響かないようにくぐらせていきます。何度かくぐらせたら、根元をカットして1箇所目が終了です。で、これを何回か行っていきます。糸処理が全部完成しました。そしたらまた元に戻して最後にここのかかとを編んでいきます。で、上と同じ部分、同じ色を持ってきてで、付け足すのですが、付け足す場所は白とピンクの境のピンクのところにかぎ針を入れて糸を持ってきます。で、鎖編み、立ち上がりの鎖編みを3回します。で、長編みを編むのですが、編むところは根元からではなくその次の目から7回長編みを編みます。1、2、7回長編みを編んだら、ピンクの目があと2つあるのでそこに減らし目をします。長編みの減らし目をします。まず最初にかぎ針に糸を引っ掛けてで、次の目にかぎ針を入れます。で、糸を持ってきます。で、手前の2つを引き抜いてで、またかぎ針に糸を引っ掛けて次の目にかぎ針を入れて糸を持ってきます。で、また手前の2つを引き抜いて最後に3つ同時に引き抜いてこれで減らし目が1個完成しました。で、白の部分に入っていきます。白のところも、ピンクの両側を減らすようにして編んでいきます。こちらは、根元を編まないで1回減らし目をし、こちらは1回減らし目をしたので、ここにも減らし目を1回します。で、2本を引き抜いてもう1回次の目にかぎ針を入れて持ってきて2本引き抜いてまた3本引き抜きます。これで2回減らし目をしました。で、ここ次からは長編みを1回ずつで、6回編んでいきます。2、3、4、5、6、6回編むとあと白の目が2個あります。ここに、
また減らし目をして、で、最初の長編みの頭に引き抜いて完成です。1段目が終わります。で、2段目に入ります。2段目は立ち上がりの鎖編みを3回して、で、根元ではなくその次の目からまた、同じように次は長編みを5回編みます。1、2、5、5回編んで、で減らし目を1回します。でもう1回減らし目をして、で次の目からは、4回長編みをします。1、2、3、4、4回長編みして、で、2つを1つにします。減らし目を1回します。で、最初の長編みの頭に引き抜いて、これでかかとの部分が完成しました。で、ここを閉じていくので、長さを取ってカットします。で引き抜いて閉じていきます。で減らした目同士を合わせて閉じていきます。閉じ針に糸を入れて、で閉じていきます。適当に合わせてぐるぐると閉じていきます。最後まで閉じたら、裏側に持ってきて、で靴下を裏側にして糸処理をします。適当に、くぐらせて、根元を切ってしまって、それで完成です。こちらも糸処理をしていきます。糸処理がすべて終わりましたので、元に戻して、これで一つ靴下が完成しました。でここは折り返して完成です。もう一つ同じものを作って、で赤ちゃんのしましま靴下が完成です。違う色の組み合わせで編むだけでも可愛いので、ぜひ編んでみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。